プリントとバレット。はい、今回はですね、前回に引き続き岡山ゆるラジ壮行会の一場面より、オプションナンバーワンさんのバレットちょっと走行させていただいたんで、そちらの様子を動画にしてみました。でもうバレットというとですね、もうすでによく走るということで評判の車ではあるんですが、自分のコース、カーペットコースなんですけど、その走行シーンに照らし合わせた時にどれくらい走れるのかなっていうのがちょっと気になったので、開発部長にちょっとお聞きしました。そしたら改造というか手を加えるポイントを教えていただいたので、そのポイントも今回動画にしてますので、よければ最後までご覧ください。ジェノバとダート RB5 とそれと同じ RR でしょ。そうですね、RR。これ走ったことないからね。前に行ってこの間1回だけ走った。標準です。基本このままで販売されてるはずです。これはGFCC で結構速いんだ。チャック抜いて肉仕様になって。なるほど。めっちゃしっかりしてるよ。普通のバッテリーをお求めの方は、やっぱ短いの買えへんから長くしただけって言ってたんです。こっちなんかはね、よく F1 なんかに使えそうな。そう、F1 とかね。ショート使いやすいです。全く一緒です。プラス出たんですけどね、これで。もうここは高いな。全部ですか。箱出しの状態がこれですか。全部あるんですか。全部、そう、完全にロマンです。ギアボックス以外は全部これがびっくりしたから、こう見て、こういうなんちゅうかアルミコーラ。はい、直りました。赤いのやっと出したい。すげえな。あんまりギアが巻くような動きしないんですね。そうです。このコースでも。もともと初心者向けですから、アンカー系の人がいいようで、アンダーステアリングタップがもちろんストッパーちょっと工夫したカットしたらステアリング高くが上がる。さっきジェノバを走らせたらちょっともう巻きすぎたから今やめて。今までストレートだね。そういう初心者には見てますね。アンダー系だから曲がらないわけだから。アンダーやから。ジャックアンダーっていうのはなんかよく他の人がしとったの見たんで、ジャックアンダーがダートでのジャックアンダーとカーペットだとちょっと顕著に出るんかなとか思ったんで。よかったらやってます。いいですか。こいだったら問題ない。多分大丈夫です。持ってきます。持ってきます。全然またんのですね。即興で今合わせたからそんなに曲がらないとこがハイルートも出てるんで、アクセルで曲げる感じなんで。だからそこだけが曲がりにくいから多分路面的なものもあるんやろなっていうのもあったんで、これぐらいなら初めて見たこれぐらい。
いですね。またね、いろいろ改良も加えていきます。ありがとうございます。反応させてもらいました。これはやっぱ打角ちょっともう少しつけたらうちのコースも走れそうな気がするな。ストッパーついてる。ストッパー見せたら、これストッパーついてる人は、それ裏に。あ、それを外したらもっと打角が上がる。切ればそう。TT のみたいに。なるほど。それ切りゃいいですね。じゃあ使えるかもしれない。まあほんでタイヤも変えたらもうちょい曲がると思う。そうですよね。とりあえずあんまりスピーチしないようにですね。あくまでパクらしでこんだけ走りますっていう。十分だと思います。はい、ありがとうございます。スプリントが走るときにまた教えてください。こちらそうですか。ここを取りたかったんですか。タイヤ外さなくて。大丈夫。ここは見え、どこ？下についてるんですか？C ハブですか？ナックル？これ。これか。ここでかかるの。ここをカット。これをカットすればこの分かもうちょっと来れるんですね。このまっすぐからの位置でここまでですか？今これが最大だと。はい、今回はですね、オプションナンバーワンさんのバレット走行させていただきました。感想としては、動き自体は足回りの柔らかさのせいか、今回リカちゃんの DT02 に似た挙動を感じました。例えば右にステア切った後にすぐ左っていう動きしたらですね、比較的やっぱ緩やかに動くっていう感じで、ステアリングの操作にちょっと余裕があるような操作感でした。逆にやっぱり RB5 は、昔のものとはいえハイエンドなので、全体的に剛性も良くて、足回りもカチッとしているせいか、同じ 17.5 ターンのモーターだったんですけど、バレットや DT02 と比べると、ダイレクトに、ステアリングが反応するという感じでした。といっても、セッティングの違いだったのかもしれないんですけど、個人的に感じたのはそんなところです。で、バレットは、開発部長さんも言われてたんですけど、やっぱりスピンしにくい車、誰が操作してもとても楽しい車っていうことなので、これから始める方や初心者さんにはかなりおすすめできると思います。あと、他の YouTuber さんなんかも紹介されてたんですけど、とてもコストパフォーマンスのいいプロポなんかもオプションナンバーワンさんから出てるので、それとバレットを合わせて、初心者さんやこれから始める方のバギーセットっていう感じなのも十分ありかなと思いました。以上、私ごときはね、語らせていただきましたが、今回はオプションナンバーワンさんのバレット感想も交えてちょっと動画にさせていただきました。今後も、こういったラジコンの動画を作っていこうと思います。と、正直なところ高評価やコメントなどいただけると動画作成のモチベーション、めっちゃ上がります。なんでよければそちらの方もお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。